こんにちは、はるなです。この動画はリスニングとスピーキングを同時に上達することができます。最初にちょっと見てみましょう。これは学校です。これは学校です。これは学校です。This is a school. これは学校です。その後、リピート練習、シャドーイング練習もしてスピーキングのレベルも上げましょう。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。あれは学校の運動場です。あれは学校の運動場です。あれは学校の運動場です。That is the school playground. あれは学校の運動場です。この料理は酸っぱいですか？この料理は酸っぱいですか？この料理は酸っぱいですか？ Is this dish sour? この料理は酸っぱいですか？朝、顔を洗ってから朝ごはんを作りました。朝、顔を洗ってから朝ごはんを作りました。朝、顔を洗ってから朝ごはんを作りました。I washed my face in the morning and then made breakfast. 朝、顔を洗ってから朝ごはんを作りました。部屋の中央に大きいテーブルがあります。部屋の中央に大きいテーブルがあります。部屋の中央に大きいテーブルがあります。There is a large table in the center of the room. 部屋の中央に大きいテーブルがあります。今日は空気が冷たくて手がよくかじかみました。今日は空気が冷たくて手がよくかじかみました。今日は空気が冷たくて手がよくかじかみました。The air was cold today and my hands often felt numb. 今日は空気が冷たくて手がよくかじかみました。この文章を読んで大事なところに線を引いてください。この文章を読んで大事なところに線を引いてください。この文章を読んで大事なところに線を引いてください。Please read this passage and underline the important parts. この文章を読んで大事なところに線を引いてください。姉は大会のために毎日ランニングを続けています。姉は大会のために毎日ランニングを続けています。姉は大会のために毎日ランニングを続けています。My older sister is continuing to run every day for the competition. 姉は大会のために毎日ランニングを続けています。店員さんは商品の使い方をご説明されました。店員さんは商品の使い方をご説明されました。店員さんは商品の使い方をご説明されました。The staff explained how to use the product. 店員さんは商品の使い方をご説明されました。仕事でお客様の名前を言い間違えて謝ったことがあります。仕事でお客様の名前を言い間違えて謝ったことがあります。仕事でお客様の名前を言い間違えて謝ったことがあります。I once mispronounced a customer's name at work and had to apologize. 仕事でお客様の名前を言い間違えて謝ったことがあります。早く出ようとして急いだので資料を全部落としてしまいました。早く出ようとして急いだので資料を全部落としてしまいました。早く出ようとして急いだので資料を全部落としてしまいました。I tried to leave quickly, but because I rushed, I ended up dropping all the documents. 早く出ようとして急いだので資料を全部落としてしまいました。毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。あれは学校の運動場です。この料理は酸っぱいですか？朝、顔を洗ってから朝ごはんを作りました。
部屋の中央に大きいテーブルがあります。今日は空気が冷たくて手がよくかじかみました。この文章を読んで大事なところに線を引いてください。姉は大会のために毎日ランニングを続けています。店員さんは商品の使い方をご説明されました。仕事でお客様の名前を言い間違えて謝ったことがあります。早く出ようとして急いだので資料を全部落としてしまいました。シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。あれは学校の運動場です。あれは学校の運動場です。この料理は酸っぱいですか？この料理は酸っぱいですか？朝、顔を洗ってから朝ごはんを作りました。朝、顔を洗ってから朝ごはんを作りました。部屋の中央に大きいテーブルがあります。部屋の中央に大きいテーブルがあります。今日は空気が冷たくて手がよくかじかみました。今日は空気が冷たくて手がよくかじかみました。この文章を読んで大事なところに線を引いてください。この文章を読んで大事なところに線を引いてください。姉は大会のために毎日ランニングを続けています。姉は大会のために毎日ランニングを続けています。店員さんは商品の使い方をご説明されました。店員さんは商品の使い方をご説明されました。仕事でお客様の名前を言い間違えて謝ったことがあります。仕事でお客様の名前を言い間違えて謝ったことがあります。早く出ようとして急いだので資料を全部落としてしまいました。早く出ようとして急いだので資料を全部落としてしまいました。最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。この文を読んで意見を書いてください。この文を読んで意見を書いてください。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。もっと練習したい方はメンバーシップ限定の動画もチェックしてください。英語を聞いて日本語の文を作る練習で1週間の学びをしっかり復習できます。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。